皆さんこんにちは、みきこです。私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。このポッドキャストは日本語勉強中の方向けにお届けしています。日本の文化や私が日々の暮らしから感じていることや体験したことなどを日本語で話しています。スクリプトはホームページに無料で公開していますので、よかったらそちらも見てくださいね。はい、ということで今日はよく使うことわざについてお話ししたいと思います。皆さんはどんなことわざを知っていますか？もし今日紹介することわざ以外にも何か知っていることわざがあったら教えてくださいね。日本語を勉強している人って日本のことがすごく好きな人が多いので、言葉や歴史も私より知ってるんじゃないって思うことがよくあるので聞いてみました。はい。では早速ことわざについて話していきたいんですが、私の中でパッと思いついたのは時は金なりでした。でもね、これは日本のことわざじゃないですね。アメリカの政治家ベンジャミン・フランクリンの言葉 Time is money の日本語訳です。時間はお金と同様に貴重なものだから決して無駄にしてはいけないという戒めです。このことわざは世界的に有名ですよね。実はこのことわざの反対を意味するようなことわざがインドネシアにあるんです。それはジャムカレットです。日本語に直訳するとゴムの時間です。日本語訳を聞くとなんとなく意味がわかりますか？時間はゴムのように伸びたり縮んだりするということです。5分前行動や時間通りという考えの中で育ってきた私にとっては衝撃的だったのと同時にゆとりのある国民性に癒されました。異文化に触れると自分の常識を打ち壊されることがありますよね。いい意味でも悪い意味でも。でも私はそれが好きです。きっと皆さんも日本の文化を知って衝撃を受けたり素敵だなぁと思ったり心を揺さぶられることがあると思います。自分の正しさを人に押し付けるんじゃなくってその国の分、その人の分だけの常識があるということをみんなが受け入れられると平和な世界になるのかななんて思います。話がそれちゃいましたが、本題のよく使うことわざを紹介しますね。まず一つ目は、塵も積もれば山となるです。このことわざの意味は、一つ一つは取るに足らないようなとても小さな塵のようなものでも、たくさん積もり積もれば、やがては山のように大きなものになる。という意味です。小さな努力やわずかな節約でも根気よく諦めずに続ければ、やがては大きな成果や財産につながるという大切な教訓を表しています。継続は力なりという考え方にも通じるものがあります。使い方は毎日100円の貯金でも塵も積もれば山となるみたいな感じかな。毎日たった100円の貯金でも1年後には大きな貯金となってますよね。はい、では2つ目です。2つ目は類は友を呼ぶです。気の合う人や性格、趣味、境遇などが似通った人同士は自然と集まって仲間を作るものだという意味です。良い意味でも悪い意味でも使われます。
このことわざにはスラングもあって、類友とも言います。類友はカジュアルな感じで結構使いますよ。あそこのコミュニティには似たような考えの人が集まってるね。類は友を呼ぶって言うからね。みたいな感じで使います。お金持ちのお友達はお金持ちですよね。そして悪事を働く人たちはまた悪事を働く人たちとつるんでいますよね。類友。はい。ということで3つ目は人の不利見て我が不利直せです。このことわざは他人の行動を見て良いところは見習って悪いところは改めようという意味のことわざです。他人の行動は自分を映す鏡のようなものです。ですので、そこから学んで自己改善に役立てるべきという教えです。同僚の仕事の失敗を見て、人の不利見て我が不利直せと気を引き締めたみたいな感じで使います。はい、では4つ目です。4つ目は急がば回れです。急いでいる時こそ危険な近道よりも安全で確実な道を選んだ方が結果的に早く目的を達成できるという教えです。一見遠回りに見える方法でも焦らずに着実な手段を取るべきという戒めの言葉として使われます。何事も焦りは禁物ですよね。特に重要な場面では冷静な判断が必要だということを意味しています。急いでいるからといって危険な道や方法を選ぶと失敗やトラブルの原因になります。確実に成功するためには安全な方法を選ぶことが重要です。そして結果的にその方が早く目的地に到着できるという教訓です。この書類、急いで仕上げたらミスが多かったよ。最初から丁寧にやればよかった。やっぱり急がば回れたね。みたいな感じで使います。急いだ結果、やり直しになってしまったら、結局遠回りになりますよね。はい。では5つ目です。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥です。このことわざは知らないことを人に聞くのは、その時は恥ずかしいかもしれないけど、聞かずに知らないままでいると一生恥ずかしい思いをするという意味です。知らないことをそのままにせず、積極的に質問し、学ぶことの大切さを教えてくれています。わからないことを質問するのは勇気がいりますよね。でも質問することで疑問が解消され、知識が深まります。このことわざは一時の恥ずかしさを乗り越えることで将来のより大きな恥を避けることができるという教えです。人に聞くのは恥ずかしいというのは日本人的なんでしょうか？私としては気になるところです。新しい仕事はわからないことがいっぱいあると思います。聞くのは一時の恥、聞かぬは一生の恥と言いますから、積極的に先輩に質問してくださいね。みたいな感じで使います。このことわざは何でもかんでも人に聞けということではありませんからね。自分で調べてわかることは自分で調べることも大切ですから。気づいたらもう5つ紹介していますね。5つぐらいと思っていましたが、まだあと2つ紹介したいことわざがあります。よかったらもう少しお付き合いくださいね。はい。
では6つ目です。6つ目は出る杭は打たれるです。このことわざは才能や能力があり、目立つ人は他人から妬まれたり、邪魔されたり、非難されたりしやすいという意味です。集団の中で突出した人は、周囲からの反感を買いやすく、攻撃の対象になりやすいという状況を表しています。能力があり目立つことは必ずしも良いことばかりではないという教訓が含まれています。有名なインフルエンサーが自分の意見を言ったら批判コメントが殺到していた。出る杭は打たれる。だね。怖いね。みたいな感じで使います。出る杭は打たれるに似ている言葉で有名税っていう言葉もあります。有名であるがゆえに知名度と引き換えに生じる問題や代償を税金に例えた言葉です。私自身こうして発信活動をしているので、たくさんの人に知ってもらいたいと思いつつ、怖さもあるのが正直なところです。皆さんは数あるポッドキャストの中からどんなものを選んで聞いていますか？私個人的には教科書に載っていることや調べれば済むようなことは聞いてもつまんないと思っちゃいます。発信している人の考えや体験が含まれている内容が好きです。ポッドキャストなら聞き心地も大切かな。これも類友かな。チャンネルもきっと同じような考えの人が集まってるかもしれませんね。知らんけど。はい。話がそれてしまいましたが、7つ目です。7つ目は棚からぼたもちです。このことわざは思いがけない幸運が舞い込むこと、苦労なしで良いものを手に入れることの例えです。棚の上に置いてあったぼたもちが偶然落ちてきて口の中に入るというありえない状況を表しています。期待していなかった良いことが起こるという状況を表すときに使われます。ですので、努力して何かを手に入れたときに棚からぼたもちは使えません。会話で使うときは棚ぼたと省略することもあります。棚ぼたで臨時収入が入ったみたいな感じです。ラッキー的な感じで会話でも気軽に使えます。はい、ということで今日は7つのことわざを紹介しました。本当はもっと紹介したいんですが、すればキリがないので今日はここまでです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。ほなまたね。